はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日のお話は、この度、前立腺がんになりました。私の父が、というお話です。私ではありません。同居している70代後半の私の父の話です。私の父が前立腺がんと診断されたのは、去年のかなり前の話になります。多分動画ではお話ししていないと思います。もともとはおしっこの出が悪いことを父が気にしていて、多分前立腺が肥大して尿道を圧迫しているのだろうと思って病院に行っていろいろと検査してみたら、まさかの前立腺がんだったという結果でした。しかし尿の出を悪くさせるほど実際には前立腺が肥大しているということではなかったようで、尿の出にくさには他に原因があるようなのですが、今回は前立腺がんの治療を優先させることにしました。さらに前立腺がんはきちんと治療すれば生存率も高いようなので、私も父もがんという結果に慌てふためくという状況にはなりませんでした。がんに対する治療方法と聞いて一般的に思い浮かぶのは抗がん剤治療と放射線治療だと思います。今回父の場合は前立腺がんなので、手術して前立腺を摘出してもいいと父は考えていたようですが、病院の先生が言うには、私のような40代50代くらいの比較的若い人なら前立腺の摘出もありなんだけど、高齢者の場合はあまりお勧めしないとのことでした。というのは、前立腺を摘出しても必ずしもがん細胞のすべてを取り切れるとは限らないと言っていた気がします。これが40代50代にも通じる話なのかどうかは忘れましたが、そしてもう一つ、高齢の人が前立腺を摘出した場合、おむつが手放せなくなる恐れがあるとも言ってました。おしっこがしたいと思ったらもうポタンポタンと漏れ出すようになると、ここに高齢者の方と若い人との治りの差が出るようです。なので高齢者が前立腺を摘出するのは先生はあまりお勧めしないとおっしゃってました。そこで我々が選んだのはホルモン注射と放射線治療です。まず半年間ぐらいかけてホルモン注射を投与して前立腺の働きを縮小させた後、今度は一月くらいかけて患部に放射線を当てるというものです。以前の私の動画で、確か年末かな、今家には私しかいない、父親は入院しているということを動画でお話しした記憶があります。しかもその時私、風邪をひいていたと思います。まさにその期間、年末年始をまたいで父親は放射線治療を受けるために入院していました。放射線治療自体の実施時間は数分で終わるくらいの短時間の治療なので、わざわざ入院せずに通院でも良いのですが、なんせ冬の北海道はでっかい道、吹雪いたらどうなるかわかりません。タクシーを使えば当然タクシー代もかかります。父が自分で車を運転して病院に行くのもいいんですが、いつ車のアクセルとブレーキが壊れるか分かりません。もしくは私が父を病院まで送り迎えするという手段もあったのですが、今年の年明けから私は高額の派遣のジムで働く気でいたので、それも難しいという判断になりました。残念ながらその派遣の仕事は面談で脅されてしまいましたが、父親としては毎日の通院も面倒だし、自分の医療保険で入院費用も出るから入院することを選びました。入院してからは毎日 LINE で状況を聞いてました。そして治療も順調に進んでいると思っていた矢先です。入院して一月くらい経った頃で、あと1週間ちょっとで退院となる日に届いた父からの LINE には想像していなかった内容が記されていました。それは何かと申しますと、放射線治療の副反応で苦しんでいるという内容でした。抗がん剤を飲むと
髪の毛が抜けるのと同じように、放射線治療にもそれなりに副反応があり、正直私はこの放射線治療の副反応をきちんと把握していませんでした。どんな治療にも何らかの副反応はつきものです。例えば、重症化を防げると騙されてワクチンを打ったものの、副反応で昔の体の状態には戻れなくなってしまったというのはよくある話です。そして今回、父に現れた副反応というのは下痢と食欲不振でした。入院から1月以上が経過し、来週には退院と迫ったある日の LINE には、もう1週間以上食欲が湧かず、食事もまともに取れていない、さらにはずっと下痢が続いているという内容が記されていました。正直私はかなり驚きました。この後私はネットで、これこそが放射線治療の典型的な副反応の症状であることを知りました。そうですよね。がん細胞をやっつける放射線を受けていて、体自体が何らかの反応が出ないわけがないですよね。結局父は放射線治療すべてやりきりました。大したものです。そして退院当日、私は病院まで父を迎えに行きました。1月半ぶりに会った父は見事に痩せこけ、そして弱々しくなっていました。私は父にお疲れ様と声をかけ、私たちは家に帰りました。病院にはシャワーしかないと父から聞いていたので、父にはまず私が沸かしておいた熱いお風呂に入ってもらいました。そしてここからがちょっと大変だったのが、父の3食の食事の世話ですね。これまで父は毎日高齢者専用の宅配弁当を昼と夜にとって食べていました。もちろん入院前に一旦休止にしてます。ところが父はお腹の調子も良くなく、また食欲自体も湧かない。どうしたらいいのか私は悩みました。いろいろとネットで検索して、とにかく消化が良くてカロリーのあるものを探して3食いろいろと毎日用意してました。ただですね、私の父は食のわがままがあって、自分の好みでないものは食べたがらない人間なんですよ。なんて言うんでしょう。戦後の何もない時代を生きてきた反動なのでしょうか。本当これは私と真逆でして、私はどちらかといったら健康に良いと思ったら多少まずくても飲食します。本来なら今だってコカ・コーラを飲みながら撮影したいところですけども、水を飲んで頑張ってます。でも父は食べたくないものは食べようとしません。そしてさらにネットには、食べたくない高齢者には無理強いするとかえってストレスを与えることになるとも書いてあったので、今は父の食べたいものだけを3食用意するようにしています。ただこの毎日3食用意するというのは、これはこれで私にちょっとずつストレスが溜まっていっているのは事実です。だから今は1日かけて出かけるということができません。もうそろそろ家に帰って父親の晩飯の用意をしなければと思いつつ出かけることもしばしば。この間の雪祭りも昼飯を食べてすぐに家に帰りました。まだ父はお風呂とトイレは自分でできますけども、もし将来父の世話を全面的にする状況が訪れることを考えたらゾッとしますね。こうなったらほんと仕事なんて言ってられないですよね。今回ばかりはですね、年明けから仕事に就かなくてよかったと思ってます。ほんとこの状況で父を家に置いて仕事には行けませんよね。そう思いました。なので私の仕事に関して言えば、もう少し父の体力が回復してからにしたいですね。病院の話によれば、退院して1週間くらいすれば
食欲も戻ってくるらしいのですが、今はまだあまり改善が見られません。そして一つひどい話をすれば、父が入院していたこの1月半、この一戸建ての実家に私一人で住んだ感想を申し上げると、すごい快適でした。特に言えるのが睡眠です。私の父は喘息持ちなので、たまに咳をしています。昼間だろうが夜中だろうが。ところがこの1月半、夜中に聞こえるはずの咳が聞こえません。私の父は80歳近い高齢のため、いつ体調を崩すか分かりません。いつその時が来るか分かりません。父の部屋は1階にあり、その横の階段を上った2階に私の部屋があります。毎晩寝る際も父の部屋の前で寝息を確認してから私は2階へ上がります。ところが入院していたら、もし何かあってもすぐ看護師さんが来てくれます。本当にこの1月半、毎日私は熟睡でした。こんなに快眠できた期間はこれまでにありませんでした。入院していた父には申し訳ないですが。そして最後になりますが、そんな父には私から退院祝いと、あと誕生日が近いということもあって毛布をプレゼントしました。楽天にて三井ケオリの毛布を購入しました。暖かくして眠ってほしいと思って買いました。暖かさを考えて素材はウールにしようと思っていたのですが、父は毛布を直接体に触れる面で使用するので、ウールの場合チクチクするので、チクチクしにくいカシミヤ入りの毛布にしました。一般的なポリエステルの毛布は湿気を通さないので、寝汗をかいたら大変なことになりますが、ウールやカシミヤなら湿気を吸い取ってくれます。こう見えて私は今現在無職なので、お値段1万5,000円という安価な毛布にはなりますが、父からは翌日暖かかったと言われた時は買ってよかったなと思ってます。ちなみにこちらの商品の口コミ欄に私の投稿もありますので、よかったら見てみてください。ということで本日は前立腺がん治療を終えた父の面倒で少しストレスを感じている大野マンというお話でした。もしこんな無職のおじさんに興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いいたします。そして本日の動画が少しでも面白いと感じた方はいいねのボタンもお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。